皆さん、ダイソーと聞けば日本発祥の100円ショップを思い浮かべますよね。でも驚くべき事実があります。韓国にもダイソーが存在し、しかも日本とは完全に別会社だというものです。なぜそんなことが起こったのか。僕は韓国で19年間、日本で9年間も生活してきました。だからこそ日韓の表では語られない真実を調べ、現地の肌感覚も交えてお話ししていきます。この動画を最後まで見れば、ダイソーってそもそも何なのか、なぜ韓国ダイソーは日本から独立したかったのか、それは日本ダイソーにとって損だったのか得だったのかがすっきりわかります。まず一つ目の話、韓国ダイソーってそもそも何なのということです。皆さんにまず知ってほしいのは、韓国ダイソーはもともと日本の支店でもフランチャイズでもありませんでした。全く別会社が先に存在していました。物語は1992年に始まります。韓国の実業家、パク・ジョンブ会長がアソン産業という会社を立ち上げました。当時、パク会長は韓国と日本の企業ネットワークを構築し、これを活用して貿易産業を並行していました。灰皿やキーホルダーのようなものを韓国の中小企業から購入し、日本に売るということです。最初は日本市場へ参入すらできませんでしたが、地道に努力したところ、キャンドゥなどの日本の100円ショップに製品を供給できるようになったとのことです。ある日、アソン産業は日本のダイソー産業と取引する機会を得ました。取引企業に厳しいと有名な企業だったようで、納品業者1社と3年以上取引しないところとしても有名だったそうですね。問題は日本のダイソーとの取引のためには一度に多くの製品、多くの商品を生産できなければならないという点がありました。でもパク会長はチャミスルガラスの200万個生鮮契約を成功的に導き、ダイソーへの販路を獲得します。当時700円するものを100円程度で納品したらしいです。そこに転機が訪れたのが1997年、納品するなら自分でやろうということでした。ソウルにアスコイーブンプラザという生活雑貨店1号店を開いたのです。そしてとても順調に成長していきました。この動きを見逃さなかったのが日本のダイソー産業です。2001年、ダイソー産業は約4億円という当時としては破格の資金を投げてアソン産業に出資しました。これで持ち株比率が 34.21% で第2位の株主になったということです。でも面白いのはここからです。普通ならブランド使用料払えとか経営に口を出すぞとなるはずですよね。ところがダイソー産業は違ったんです。なんと経営には一切介入しない。さらにダイソーの名前もロイヤルティも無料で使わせるという太っ腹な条件を出しました。なぜかそれはアソン産業の納品力を高く評価したからと言われています。安い値段で良い品質なものを日本のダイソーに納品していたダイソー産業にとっても独占的に仕入れたいと思える存在だったんです。こうして2001年にアソンダイソーという名前を出して韓国にもダイソーが誕生しました。日本と韓国で同じ名前を名乗るちょっと不思議な関係が始まったわけです。で、二つ目の話。なぜ独立したくなったのかという話です。韓国ダイソーは2001年から日本のダイソー産業と資本関係を持ち、長らく続けてきました。ところが2023年、ついにその絆を切るような決断が下されます。そこには表の理由と言えない理由、この二つの現実がありました。まず一つ目、表の理由。これはお金と経営権の問題です。独立の直接的なきっかけは配当金と経営参加の要求でした。韓国ダイソーは年商で約3000億円を超える巨大企業に成長しています。すると第2の株主だった日本のダイソー産業がもっと経営に関わりたいだったりとか配当を増やしたいと要求するようになったと言われています。実際2023年の3月の株主総会では日本側の関係者が取締役2人と監査1人に就任したそうです。これは実質的に韓国のダイソーの利益、配当金などがダイソー産業に大きく流れ始める前兆と言われています。韓国側からすれば、このままでは経営の自由度を失い、配当が増えて体力が削られる危険がある。だから創業者のパク会長は決断します。ダイソー産業の株式を全て買い戻すと。で、言えない理由としては、韓国国内の世論がかかってきます。これが2019年の日韓関係が急速に冷え込んでいた時期の話です。
。韓国全土で日本製品を買わないという運動が始まりました。ビールとかユニクロとか車、その矛先は日本に関係がある企業に向かっていました。韓国ダイソーも例外ではありませんでした。実際、韓国のダイソーは当時こんな案内が流れていました。当社は日本企業ではないですと。日本のダイソー産業は株主は持っていますが、経営に関与してはない。店の運営には関与していなかったのです。それでもダイソーという名前や日本の株主が存在するという事実から常に疑いの目を呼んでしまったんですね。当時、韓国の消費者の中では、この日本製品、関係なく使うよという方もいれば、敏感になって日本と関係があるかどうかで買わないような方もいたんですね。だから経営陣としてはいつか日本資本を切って、堂々と韓国企業だと言える日を迎えなければいけない、そんな思いがあったのかもしれません。つまりこれは経済の論理と社会の空気が膠着した話なんですね。で、3つ目の話は、日本側の利益とリスクについて話していきたいと思います。ここには冷静な計算と未来への不安が同居しています。当たり前ですが、日本のダイソー産業がこの売買に応じたのは、それがお得だからとダイソー産業は判断したからです。まず、ダイソー産業の利益を考えてみると、投資の100倍を超えるミラクルな回収があります。これは驚くべき数字です。ダイソー産業が2001年に投じたのは約4億円でした。これが22年の時を経て約550億人になって戻ってきました。投資額の137倍ですね。これは株主投資機の世界でも滅多にない奇跡的なリターンです。日本側から見ればこれ以上ない出口戦略を実現したとも言えるでしょう。これ皆さん考えてみてください。子供の通帳に1000万円を入れておきました。そして子供が大学を卒業する頃になったら、それが13.7億円として戻ってきたと考えてみてください。しかもダイソー産業はこの間も韓国のアソン産業から安定的に商品を仕入れ続けられました。つまり投資の果実と取引のメリットを両方受け取っていたわけですね。一方、リスクも確かに存在しています。それはライバルの誕生というところですね。もうこの資本関係が終わってしまったので、韓国ダイソーは完全に独立した巨大企業として立ちはだかります。数字を見て考えてみましょう。日本ダイソー産業の2023年の売上は約5891億円です。日本2位のセリアは2123億円です。これで韓国のダイソーはですね、約3300億円ですね。つまり韓国ダイソーは規模で日本国内2位のセリアを上回っていました。これは韓国市場で強いですよっていう話だけでなく、日本市場、アジア市場で戦う余地があるという話ですね。まず一つ目は韓国市場を失う可能性があります。ダイソー産業はですね、韓国に直営店舗を展開していません。もし韓国市場に再進出しようとすれば、すでに韓国国民の生活に根付いたダイソーという名前の企業と正面衝突しないといけません。そして2つ目のリスクはですね、アジアでの競合です。ダイソー産業はすでに海外25カ国で1000店舗近くを展開しています。特にアジアで6割近くあります。しかし、韓国ダイソーも東南アジアに進出をしたいと考えているんですね。これはアジアでぶつかる可能性がある上に、ダイソーという名前でどうなるかっていう話です。ダイソーという同じ看板を両国で飾り続けるってことです。実は2011年に商標をめぐる判決がありました。それは両社ともダイソーという名前を使っても良い。これは別会社として使うっていう話ですね。この判決によって日本と韓国に同名のダイソーが法律的に存在しても OK という不思議な構図が固定化されました。名前は同じなんですが、中身が全然違うということですね。韓国ダイソーは韓国の生活に合わせて独自的な進化を遂げていて、日本ダイソーは皆さんの日本人のための生活基盤を作ってきたわけなんですね。まさに双子、もしくは大師と師匠が別の国で育ち、別の国で違う人生を歩み始めたようなものです。最後に伝えたい話があります。韓国ダイソーと日本ダイソー、20年以上も続いた蜜月は表面的にはハッピーエンドで幕を閉じました。日本は4億円を投資して550億円を回収した。韓国は順調に成長して売上3000億円の企業になった。同時に完全独立を果たした今なお、ダイソーという同じ看板を掲げ続けるということは、やはり問題の余地があると考えています。消費者は永遠に混乱し続け、中途半端なままになるでしょう。
皆さんは韓国でダイソーという名前をどうすべきと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。本日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。以上、パクンでした。アンニョン。